今回のテーマは日本語です。日本語を学ぶ皆さんにわかりやすくお話ししていきます。日本語は日本で話されている言語で独特の文字と文法があります。その特徴を日本語の文字、文法、発音、歴史、方言、スラングに分けてお伝えします。この動画を全部見ると、日本語についてもっとわかり、学ぶのが楽しくなるでしょう。さて、はじめに日本語の文字について見ていきましょう。日本語には3つの文字があります。それは、ひらがな、カタカナ、漢字です。3つの文字には、それぞれの役割と特徴があります。3つの文字を正しく使えるようになると、日本語がもっと楽しくなります。まずは、ひらがなから始めましょう。ひらがなは日本語の基本的な音を表すために使われます。ひらがなには46の基本の文字があります。例えば、あ、い、う、え、おなどです。その他に濁音、ば、び、ぶ、べ、ぼや半濁音、ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽがあります。ひらがなはまっすぐな線が少なく、丸っぽい形をしています。子供向けの本や勉強用にもよく使われます。また、ひらがなは助詞、わ、を、がや動詞の変化形、食べる、食べますに使われます。例えば、私は寿司を食べますという文のうち、は、寿司をべますがひらがなです。さらに、ひらがなには小さい文字もあります。例えば、や、ゆ、よやつです。小さいや、ゆ、よは、き、し、ちなどと一緒に使われることで音が変わります。例えば、きゃ、きゅ、きょと発音します。このように小さいや、ゆ、よを使って
もっといろいろな音を表すことができます。小さいつは次の音を強くするために使います。例えば、学校や待ってと発音します。次はカタカナです。カタカナは外国から来た言葉や特定の言葉を強調するために使われます。カタカナもひらがなと同じく46の基本の文字があります。例えば、あ、い、う、え、おという漢字です。ひらがなとカタカナには同じ読み方をするペアがあります。例えば、あはカタカナではあとなります。また、カタカナはまっすぐな線が多く、角が尖っていることが多いです。カタカナは外国から来た言葉をはじめ、外国の名前、地名、技術に関する言葉などに使われます。例えば、コンピューター、コーヒーはカタカナで書かれます。また、擬音語、ドキドキ、ワクワクや擬態語、キラキラ、サラサラにもカタカナが使われます。擬音語は本当に聞こえる音をそのまま音のように表現する言葉です。例えば、ドキドキは心臓が激しくなっている様子を表しており、緊張したり期待しているときに使います。擬態語は本当は聞こえない音や状態、様子を音のように表現する言葉です。例えば、キラキラは星などが輝いている様子を表しています。三つ目は漢字です。漢字は中国から伝わった文字で、一つの漢字が特定の意味を持っています。日本では約2000字の漢字が日常的に使われており、これらの漢字は常用漢字と言います。2000字をすぐに覚えるのはとても難しいので、一つ一つ順番に覚えていくことが大切です。例えば、だいたい500語を覚えたら簡単な会話ができるようになると言われています。もし1000語くらい覚えると、もっと幅広い会話をしたり、言いたいことをだいたい伝えられるようになります。さて、次は漢字の読み方についてです。漢字には音読みと訓読みの2つがあります。音読みは中国から来た読み方なので、
カタカナで書かれることが多いです。訓読みは日本での読み方なので、ひらがなで書かれることが多いです。例えば、山の音読みは山で登山となります。訓読みは山で山登りとなります。この時、登山と山登りはどちらも同じ意味で山に登ることを指しています。漢字は名詞、山、川や動詞、食べる、行く、形容詞、大きい、小さいなどに使われます。さらに、複数の漢字を組み合わせた熟語もあります。例えば、学校や図書館などです。このように、ひらがな、カタカナ、漢字の3つの文字には、それぞれ特徴と役割があることがわかりました。それぞれをしっかり理解して使えるようになるのは、日本語を学ぶ上でとても大切です。まずは、ひらがながわかると、日本語を読んだり話せるようになるので、一緒に楽しく学んでいきましょう。さて次に、ここからは日本語の文法についてお話しします。日本語の文法は、例えば英語やフランス語などとは大きく違いますが、韓国語やモンゴル語とは似ています。その特徴や基本的な構造を知ることは、日本語を学ぶのにとても大切です。まず、日本語の文の基本的な構造についてです。日本語の文は、主語、目的語、動詞の順で並んでいます。例えば、私は寿司を食べますを見ると、私はが主語、寿司をが目的語、食べますが動詞です。英語では I eat sushi となり、主語、動詞、目的語の順になります。このように日本語では動詞が文の最後に来るのが特徴です。次に日本語の動詞の活用についてお話しします。日本語の動詞は状況に応じて形を変えます。例えば、動詞食べるは現在形は食べます。過去形は食べました。否定形は食べませんです。これにより動詞が文の中でどのような役割を果たすかがわかります。続いて助詞について説明します。助詞は文の中で
言葉と言葉の関係を示すために使われます。例えば、私は寿司を食べますのは主語を示す助詞、をは目的語を示す助詞です。助詞を使うことで文の意味をもっとはっきり伝えることができます。他にも、で、場所や手段を示す、に、方向や時間を示すなど様々な助詞があります。さらに日本語の敬語についてお話しします。日本語には相手に対する敬意を表すための敬語があります。敬語は尊敬語、謙譲語、丁寧語の3つに分かれます。例えば、食べるは尊敬語では召し上がる、謙譲語ではいただく、丁寧語では食べますとなります。敬語を使うことで相手との関係をよりスムーズにすることができます。そして日本語の文法の独特な点として名詞の修飾について説明します。名詞の修飾とは名詞を詳しく説明するための言葉です。日本語では名詞を修飾する言葉、形容詞や動詞が名詞の前に来ます。例えば、花なら、きれいな花。映画なら、昨日見た映画のように、名詞の前に言葉をつけて説明します。ここまで日本語の文法について詳しくお話ししました。文法がわかると日本語の表現がもっと豊かになり、もっと楽しくなるでしょう。さて、ここからは日本語の発音についてお話しします。日本語の発音は、例えば英語に比べるとシンプルで覚えやすいという人が多いです。発音の基本がわかると、もっと自信を持って話せるようになります。まず、日本語の母音についてです。日本語には5つの母音、あ、い、う、え、おがあります。これらの母音は常に同じ発音で音が変わることはありません。これが日本語の発音がわかりやすい理由の一つです。それぞれの発音を順番に見ていきましょう。あ、英語のファーザーのあのように口を大きく開けて発音します。い、英語のミートのいのように口を横に広げて発音します。う、
英語の food のうのように口をすぼめて発音します。英語の bed ののように口を横に少し広げて発音します。英語の more ののように口を丸めて発音します。次に日本語の子音について見ていきましょう。日本語にはいくつかの基本的な子音があり、これらは母音と組み合わせて音を作ります。例えば、か、き、く、け、このようになります。日本語の子音の発音は英語に比べてはっきりしていて、ほとんどが一定の音を持っています。また、日本語には独特な発音として、鼻音があります。は母音や子音の前と後ろで音が変わることがありますが、基本的には鼻から音を出します。さらに、日本語のアクセントも重要ですので、ぜひ知っておきましょう。日本語のアクセントは、英語のような強弱アクセントではなく、肯定アクセントです。これは言葉の中で音の高さが変わることを意味します。例えば、橋はアクセントによって川を渡るための橋とご飯を食べるための箸に意味が変わります。続いて、長音と促音について説明します。長音は母音を伸ばす音です。例えば、お母さんのかの部分です。促音は小さいつで表される音です。例えば、学校のつです。これらを正しく発音することで意味が大きく変わることがあるので、とても大切です。このように日本語の発音を正しく学ぶと、日本語をうまく話せるようになります。うまく話せるようになると、どんどん自信がついてくるので、発音も少しずつ学んでいきましょう。さて、ここからは日本語の歴史についてお話しします。日本語は長い歴史があり、時代とともにいろいろな変化をしてきました。日本語の歴史を知ると、日本語の奥深さを感じることができます。まず、日本語の始まりについてですが、実は日本語の始まりははっきりとは分かっていません。しかし、紀元前 BC2000 年以上前から日本で話されていた言葉が元と考えられています。そして、
日本語の最初の本は西暦700年頃に書かれたと言われています。この時期に中国から漢字が伝わり、日本語を書き残すことができるようになりました。次に古代の日本語についてです。当時の日本語は今とは全く違う発音や文法でした。奈良時代、西暦710年から794年に万葉集という日本最古の歌集が作られました。ちなみに歌集とは多くの詩や歌を集めてまとめた本のことです。この万葉集は万葉仮名という文字で書かれており、漢字を使って日本語の音を表していました。例えば、あ、い、う、え、おのように音を表すために漢字を使っていました。平安時代794年から1185年になると、ひらがなとカタカナが生まれました。ひらがなは漢字を崩して簡単にしたもので、特に女性たちに多く使われました。有名な源氏物語はひらがなで書かれています。源氏物語は紫式部が書いた光源氏という貴族の恋愛や生活を描いたお話です。カタカナは漢字の一部を使って音を表すためにお寺のお坊さんたちが使い始めました。鎌倉時代1185年から1333年や室町時代1336年から1573年にかけて日本語はさらに変わります。この時期には武士の文化が大きく影響しました。中国から新しい文化や宗教が伝わったことで、多くの新しい漢字や言葉が日本語に加わりました。そして江戸時代1603年から1868年になると、現代の日本語の基礎ができてきました。江戸時代には印刷技術が進んで、たくさんの本が出版されました。多くの人が本を読むようになると、言葉の使い方もだんだん同じになっていきました。また、江戸の町人文化や歌舞伎、浮世絵なども日本語の発展に影響を与えました。明治時代1868年から1912年には西洋の文化がたくさん日本に入ってきました。この時期にたくさんの外国の言葉、外来語が日本語に入ってきました。学校の仕組みも整って言葉の使い方が同じようになりました。これが今の日本語の元になりました。
現代に至るまで日本語は変わり続けています。インターネットやスマートフォンが普及し、新しい言葉や表現がどんどん生まれています。グローバル化の影響で、英語をはじめとする外国語の影響も強くなっています。このように日本語には長い歴史があり、今とは違う文字が使われ、ひらがなやカタカナが生まれました。日本語の歴史や変化を知ることで、言葉としての奥深さや文化の豊かさを感じることができます。さて、ここからは今の日本語の方言についてお話ししていきます。日本にはたくさんの方言があり、それぞれの地域で使われる言葉や表現が違います。方言を知ると、その地域の文化や歴史がわかりやすくなります。方言とは、特定の地域で使われる独特の言葉や表現のことです。日本には様々な方言があるので、そのいくつかを紹介していきます。まず、一番有名なのは関西弁です。大阪、京都、兵庫、神戸など関西地方で使われます。関西弁は言葉にリズムがあり、元気で明るい感じがします。例えば、ありがとうは大きに、本当ですかはほんまかいなと言います。東北弁は青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島など東北地方で使われます。東北弁は発音が柔らかく、独特のイントネーションがあります。例えば、行きますは、行ぐ。すごいは、すんげと言います。名古屋弁は、愛知県名古屋市を中心とする地域で使われます。名古屋弁は語尾にだがねやみゃーをつけることが特徴です。例えば、そうだねはそうだがね、行くよは行くみゃーと言います。九州弁は福岡、熊本、長崎、大分、宮崎、鹿児島など九州地方で使われます。九州弁は地域ごとにかなり違います。例えば、福岡ではすごいをバリと言い、鹿児島ではそうだよをじゃっどうと言います。沖縄方言は沖縄県で使われます。他の日本語の方言とは大きく違います。例えば、こんにちはは、はいさい。ありがとうは、ニフェーデービルと言います。北海道弁は北海道で使われます。
北海道弁は本州から移住した人々の方言が混ざり合っています。例えば、だべさ、なまら、しょなどの言葉が使われます。寒いは縛れると言います。広島弁は広島県で使われます。広島弁の特徴は語尾にじゃけえ、じゃろうがつくことです。例えば、そうだねはそうじゃけえ、大丈夫は大丈夫じゃろうと言います。方言はその地域の文化や歴史を知る手がかりとなります。日本を旅行するときには、ぜひ現地の方言にも注目してみてください。方言を学ぶことで、現地の人々とのコミュニケーションがもっと楽しくなります。さて次は、今の日本でよく使われている日本語のスラングについてもお話しします。スラングとは、日常会話やインターネット上でよく使われる言葉や表現で、若者が使うことが多いです。スラングを知ることで、現在でも新しい日本語がどんどん生まれていることがわかるでしょう。それでは、どんなスラングがあるのか順番に見ていきましょう。受ける。受けるは、面白い、笑えるという意味です。冗談や面白い話に使います。そうなの？その話受ける。ちょっと受けすぎでしょう。はまる。はまるは何かに夢中になる、のめり込むという意味です。最近ゲームにハマっちゃって、ゲームにハマるなんて意外。モテる。モテるは異性から人気がある、好かれるという意味です。彼女ってすごくモテるんだね。うん、昔からずっとモテてるよ。へこむ。失敗や嫌なことがあったときに落ち込む、気分が沈む様子のことです。テストできなさすぎてへこんだ。ちょっとへこみすぎでしょう。カラオケでも行こう。やばい。やばいは状況や物事が大変である、すごい危険であるという意味です。やばいはポジティブにもネガティブにも使われるので、文脈から判断することが大切です。これ、美味しすぎてやばい。あの車の運転やばいでしょう。エモい。これは感動的な、心に響くという意味で、エモーショナルから来ています。あの曲はエモいね。うん、本当にエモかった。イケメン。これはイケてるメンズの略で、かっこいい男性、魅力的な男性のことです。彼、超イケメンじゃない？
あんたほんとイケメン好きだよね。リア充。リア充は現実世界、リアルで充実した生活を送っている人のことです。勉強もスポーツもできて、彼女もいるとか、マジでリア充じゃん。ほんとそれ。マジでマジでは、本当にをもっと強く言いたいときに使われる言葉です。マジでそれ冗談でしょ？マジマジ。本人がそう言ってたから。ガチ。真剣、本気という意味と、強く信じている様子という意味があります。あいつガチで走っててウケる。次のテストガチでやばい。ここまで日本語のスラングを紹介してきましたが、友達や家族とのカジュアルな会話で使われるものです。スラングを年上の人に向けて使ったり、フォーマルな場面などで使わないようにしましょう。さて、ここまで日本語の文字、文法、発音、歴史、方言、スラングについて説明してきました。日本語には3つの文字があり、特別な文法や発音もあります。それらは日本語を学ぶときにとても大切です。日本語には長い歴史があり、地域ごとの方言があります。また、現代ではスラングも日々生まれています。この動画を見て、日本語や日本のことがもっと好きになってもらえたら嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録をお願いします。